こんにちは、ライフゴゾンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回なんですけども、ジムニーっていうよりも車が好きな方にちょっとご紹介したいなっていうものがあったので、ちょっとご紹介してみたいと思います。で、雑誌でこのポルヘッドっていう雑誌なんですけども、タイトル通りポルシェばっかり出てくる雑誌なんですけど、車好きな方だったらね、ジムニーに限らずスポーツカーでも何でも私なんかも乗用車も大好きですし、スポーツカーも好きだし、ジムニーみたいなこういう RV も好きなんですけども、このポルヘッドのいいのはですね、もちろん中に出てくる記事、基本的には、チューナーだったりとか、そういったポルシェを取り扱っているファクトリーのインタビューだったりとか、そういういろんな方々へのインタビュー記事になってるんですね。レーシングドライバーだったりアーティストだったりとかいう方々へのインタビューが、基本的な記事構成になってるんですけども、でそのインタビュー内容もとても車好きだったら納得できるというか、グッとくるものがあるんですけども、何がいいってですね、写真がめちゃくちゃいいんですよこれ。表紙は、スタンドみたいなところで撮影されているものだと思うんですけれども、中を見ていくとですね、おのおの企業の方だったりアーティストの方だったり、チューナーの方だったりとか、いろんな方々が取り上げられている中、その方々を取り巻くそのシチュエーションだったりとか、ポルシェを乗るシチュエーション、ロケーションだったりとかっていうのがすごく念入りにというか、なんていうんですかね、その方々を表す写真になってるかなっていうことが一つと、あとなんて言えばいいんですかね、ちょっと言葉にするのが難しいんですけれども、とてもですね、こういう表現が合ってるかどうかわからないですけど、とても大人びてる写真というかですね、なんていうか、パッと見て分かるようで分からない、でも分からないようでよく見るとよく分かるっていう、何を言ってんだって感じですけども、すごくですね、写真一枚一枚にストーリーを感じるというか、そのインタビューされている方々の背景をすごく感じる写真なんですね。なのでなんていうか、写真集のようでもあり、インタビュー記事を読む雑誌でもありということでですね、すごくいいんですよね。で、私はもうこういう紙のですね雑誌を買わなくなってもうかなり久しいです。どれぐらいかな、もう何年も紙の雑誌は買ってないんですよね。なんでかっていうと、やっぱり部屋に物が増えてほしくないっていうのがもうそれに尽きるんですけれども、で大体そういったものはウェブで見たりとかいうことが多いんですけれども、これはですね、紙でこういう書籍になった形で手に取ってすごく価値のあるものかなというふうに思いました。本当に写真が美しくてですね、そしてとてもさっき言った通り、そのストーリーが浮き上がってくるような写真ばかりで、どれもこんなね、素人が言っちゃいけないんですけど、外れがない、本当に素晴らしい写真ですね。腰が抜けましたねこれたまたまですね、ちょっと用事があって、待ち合わせをするまでちょっと時間が空いたんで、どんな本が売ってるのかな最近はぐらいな感じでですね、書店にちょっとプラッと寄ったんですけどね。でご多分に漏れず車の雑誌のコーナーにちょっと最近はどんな感じかななんて思いながら見てたらですね、これを見つけてですね、以前モーターヘッドっていう雑誌があったかと思うんですけど、それの後の、特集本だと思うんですけど、ムック本だと思うんですけども、これを手に取ってですね、ページ 2,3 ページパラパラっとめくって、もう即買いですねもうすぐレジに並んで買っちゃいましたね。何をもって高い安いかっていうのは人それぞれあると思うんですけども、一雑誌と見たらですね、正直言うと決して安くないかなっていう値段です。
これでですね税込みで3000円ですね。なので私も3000円もする雑誌なんてほとんど買ったことないんですけれども、雑誌と思うと高いんであって、これ写真集であったりとか、その今現在のこの取材当時のポルシェの取り巻くチューナーの環境だったりとか、そのメーカーではなくてユーザーの環境だったりとかっていうのを切り取った資料だと思うと、すごく価値の高いものに感じたんですよね。で3000円はお財布から出てくるのはね辛いところもありますけども、でもそれを払ってでも有り余る価値を提供してくれる雑誌なんじゃないかなっていうふうに思ったんで、ちょっとご紹介させてもらいました。ぜひですね書店にですね、こんなご時世柄ね、なかなかそういう人がいるところに行きにくいかもしれないですけど、書店に立ち寄っていただいてですね、手に取ってみていただいて、その目でご覧いただくとですね、ちょっと感じ入るものがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。本当ね、私もまがいなりにも映像を撮る人間としてですね、こういう映像が撮りたいなと、思わずうなってしまったなという感じのものですね。写真だから表現できるそのものであったりもするとは思うんですけれども、すごくですね一枚一枚本当に一枚の写真なんですけど、すごくですね背景とかそのストーリーとか時間の経過とかいうものを感じる写真ばっかりでしたね。またねこの写真のですね、現像というかですね、色味の付け方というかがすごくですね抑制が効いていて、なんていうかリッチな感じなんですよね。すごくですねありていに言うと大人びた写真という感じがしますし、もしかするとフィルムライクなちょっと古っぽい感じさせる部分もあるかもしれないんですけど、でもとても色味もいいし内容も濃いし、本当に素晴らしい写真ばかりが載っている雑誌ですね。もちろん何度も言う通り中に書かれているインタビュー記事もとても素晴らしくて、その人柄をあたかも知ったような気になってしまうぐらい、ぐっと車好きであれば入り込めるような写真ばかりで、自分もねこういう車好きの仲間に入れたらいいなって思うぐらいの、すごい内容の濃いものかなっていうふうに思いました。一見すると情報が少なく感じるのかなっていうところもあるんですけども、すごくですね内容の濃い写真、内容の濃い記事、内容の濃い雑誌なのかなっていうふうに思ったんで、ちょっとご紹介させてもらいました。ちなみにですね、話尽きないんですけど、雑誌のですね想定のデザインもねめちゃくちゃかっこいいです。あんまりこういうのってパラパラと映像の中でお見せしちゃいけないのかもしれないですけど、ぜひですね本屋さんにですね書店に立ち寄ってですね、ちょっとパラパラっとページでもめくっていただけると、その紙面としてのデザインの素晴らしさも感じることができるんじゃないかなというふうに思います。本当にねデザイン的にもリッチな感じですね。こういう雑誌は増えてほしいし買いたくなりますね。本当に素晴らしい。もちろんこの価格を設定するにあたってのいろんな制約とかはあったんだと思うんですよね。多分広告がほとんどないんで、ゼロに近い、ゼロじゃないんですけどゼロに近いぐらいの広告の量なので、それを補う価格設定だったりとか、いろんな条件があるんだと思うんですけど、私は専門じゃないんで全然分かんないですけどね、一般の読者としてそんな風に感じるんですけど、その分すごく内容が濃く、発刊されようと思った方の思いというかですね、スタイルというか、今このポルシェのチューナーユーザーを取り巻く環境をこういう感じだよっていうのを伝えたかったというかですね、こういうスタイルがあるよっていうことを
伝えたいものだったのかなっていうのをとても感じる、紙面になってました。ちょっとね勢いで喋ってるんでまとまりがないかもしれませんけども、本当に素晴らしい雑誌だったので、ぜひですね、私全然中の人間じゃないんですけども、だし何の関係もないんですけども、書店にぜひですね、立ち寄った際にはですねパラパラっとめくっていただいて、その一端でもですね感じていただければなっていうふうに思います。もうめちゃくちゃおしゃれですよこの雑誌。車雑誌ではあまり見たことないかなっていうレベルでめちゃくちゃ洒落てます。なのでそういった意味でもですね、ぜひお手に取って見ていただきたいなという感じですね。これは素晴らしいですね。車雑誌とは思えない写真って言えばいいですかね。もちろん車とそのオーナーだったりチューナーだったりとかっていうのが主役なんですけども、でも素晴らしい。めちゃくちゃかっこいいしおしゃれですね。ということで、車好きの方、写真が好きな方はぜひですね、書店などでお手に取ってみていただいてですね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。こういうね、ちょっとデザインが良かったりとか、いう紙面がね増えると本当に、私は嬉しいなというふうに思ってます。何がいい悪いの話ではないんですけど、私はこういうのすごく好きなので、こういうシンプルなね想定だったりデザインだったりとか、あと本当に奥が深いストーリーが詰まったような写真っていうのがすごく好きなので、これはぜひ車好きな方、写真好きな方はお手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、高評価ボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。